今日ご紹介する物語のテーマはコインコレクションです。近年、実物投資として注目されることの多いこの趣味ですが、皆さんはこのコインコレクションという趣味が世界の歴史に影響を与えてきたことをご存知でしょうか。人類とコインの700年にわたる数々の物語、その壮大なドラマを紐解いていきましょう。時は14世紀初頭のイタリア半島。物語は近世の夜明けに古代ローマのコインに魅せられた一人の青年から始まります。青年の古代への情熱はルネサンスとして王侯貴族に受け継がれ、やがてコインコレクションは王の趣味と呼ばれるようになります。そしてルネサンス時代の貨幣学者によって築かれた学問の伝道はその後の産業革命を動かす大きな力になりました。時代を超えて語り継がれるコインコレクターとコインたちのストーリー。あなたの手元にある1枚のコインも歴史の目撃者かもしれません。世界の歴史を動かしたコインコレクションの物語。ぜひ最後までお楽しみください。コインチャンネル。こんにちは。僕は明治3年一円銀貨のつくも神いちかです。帰れて。私は古代ギリシャテトラドラクマ銀貨のテトラよ。このチャンネルでは人間の皆さんに僕たちコインについてたくさん知ってもらうためにコインに関することをテーマに動画を作っていきます。チャンネル登録してこれからも私たちの動画を見てくれたら嬉しいです。ねえテトラちゃん、ちょっと聞いてもいい？どうしたのいちか。この前コインについて調べてたらさ、コインコレクションは王様の趣味って記事を見つけたんだけど、どういう意味なの？もしかして僕たちのご主人は王様なの？ふふ。王様の趣味っていうのは昔のことね。今でも使われる表現だけど、昔は本当にそうだったのよ。どういうこと？それじゃあ今日はコインコレクションという趣味の歴史と世界の歴史を動かしたコインコレクターさんとコインたちの物語を語っていくわね。世界を動かしたコインコレクターさん、何それ面白そう。聞かせて聞かせて。コインチャンネル。まずは有名な古代のコインコレクターさんについて紹介しましょう。古代のコインコレクターさん、誰なの？その人はガイウス・ユリウス・カエサル・オクタウィアヌス、尊厳者アウグストゥスの名で知られる初代ローマ皇帝よ。初代ローマ皇帝さんがコインコレクターだったの？明確にコインをコレクションしていたという記録はないのだけど、ハドリアヌス帝時代の歴史家スエトニウスさんが書いたローマ皇帝伝にこんな記述があるわ。サトゥルナリア祭や他の祝いの際、彼は衣服や金銀の贈り物を配ることもあれば、あらゆる種類のコイン、古代の王家のものや外国のコインを配ることもあった。アウグストゥスさんはお祝いの時にコインをプレゼントしていたんだね。そうなの。この歴史書はアウグストゥスさんが古いコインに特別な価値を見出していたことを伝えているわ。現代のコインコレクターさんも親しい友人に親愛の印としてコインをプレゼントすることがよくあるわ。だからアウグストゥスさんもコインコレクターだったのではないかと考えられているの。そもそもコインを集めていなければプレゼントすることもできないしね。なるほど。初代ローマ皇帝さんの趣味だったからコインコレクションは王様の趣味なんだね。少し違うかしら。王様の趣味と呼ばれるようになったのはアウグストゥスさんの時代からずっと後、今から600年くらい前の15世紀頃、ルネサンス時代のヨーロッパで王侯貴族さんや知識人さんが古代ローマのコインを集め始めたのがきっかけなの。ルネサンス。いちか、ルネサンスってなんだかわかってる？よくわかんない。ルネサンスは古代ギリシャや古代ローマ文化の復興運動のことよ。14世紀頃にイタリアで始まって西ヨーロッパ全体に広がったの。ルネサンス期のイタリア半島はローマ教皇領と王侯貴族さんの領地に細かく分かれていて、ルネサンス趣味の王侯貴族さんたちは競うように
芸術家さんや学者さんのパトロンになったり、古代ローマの遺物を集めていたわ。古代コインの収集はその中でも人気のある趣味だったのよ。フィレンツェのメディチ家、ナポリのアラゴン家、フェラーラのエステ家、マントバのゴンザーガ家など、イタリア半島の有名な貴族さんたちが熱心にコインをコレクションしていたわ。古代のコインには神話の出来事や皇帝の肖像、女神像や動植物、細具などさまざまな文化的モチーフが描かれていて、それは古代ギリシャ、ローマのミニチュアとして王侯貴族さんたちのキャビネットを飾ったの。なるほどな。ルネッサンスは古代ブームだったんだね。でもなんで古代ギリシャやローマがそんなに注目されたの？それにはルネサンスがどうして始まったのかを知る必要があるわ。ルネサンス以前のヨーロッパではキリスト教の教会が絶対的な力を持っていて、学問や経済、文化や芸術まで教会が支配していたの。でも13世紀になると教会が聖地を取り戻そうとして行った十字軍遠征が最終的に失敗に終わって教会の権威が揺らぎ始めたの。続いて14世紀にはペストの大流行で多くの命が失われて、教会の祈りも信者さんたちが捧げた寄付も感染症の猛威の前では無力だったわ。こうした時代の中で人間は何のために生きるのか、信仰はどうあるべきかと疑問を持つ人たちが増えていったの。人々はその答えを探すために忘れられた古代文明の原点に立ち返って、古代ギリシャ、古代ローマの精神を再生させようとしたのよ。再生や復活のことをイタリア語でリナッシメント、フランス語ではルネサンスというわ。なるほど。ルネサンスは単なる古代ブームじゃなかったんだね。ルネサンスというと絵画や建築といった目に見える文化が注目されがちだけど、それ以上に大事なのは教会を中心にした世界観や宗教観を見直して人間そのものに焦点を当てるという考え方だったの。このルネサンスの考え方のことを人文主義、ヒューマニズムというわ。おお、ヒューマニズム、人間参加ってやつだね。そしてこの人文主義の父と呼ばれているのがフィレンツェ共和国アレッツォのフランチェスコ・ペトラルカさんというコインコレクターさんなの。コインコレクターさんが人文主義の父なの？ペトラルカさんは14世紀初頭の詩人であり学者でもあって、若い時から古代ローマの歴史や文化に並々ならぬ興味を持って研究していたの。旅をして古代の遺跡や遺物を調査したり、古文書をたくさん解読したり、中でも古代コインを集めることに熱心だったわ。ペトラルカさんにとって古代コインは古代の人々の営みを映す大切な遺物だったの。だけど当時の人々には古代のコインは使い道のない古い金属くらいにしか思われてなくて、溶かされて他の道具を作る材料にされてしまっていたの。ペトラルカさんは友人のドミニコ会修道士で歴史家のジョバンニ・コロンナさん宛ての手紙で、貴重な歴史資料である古代コインが無残に溶かされている現状を嘆いてるわ。ペトラルカさん、本当にコインを愛してくれていたんだね。ペトラルカさんの古代への情熱が後の人文主義の発展に大きな影響を与えたの。だから世界史的にはペトラルカさんが人文主義の父として有名なのだけど、コインの歴史的には重要な人文主義者がもう一人いるわ。その人の名前はジョバンニ・デ・マトシス。ペトラルカさんの先輩人文主義者で、コインを図解した現存する最古の本を書いた人よ。おお、最古のコインの本、それは興味深い。ジョバンニさんが1320年に執筆したヒストリア・インペリアリスという羊皮紙の本は、余白に古代ローマのコインの挿絵が入っていて、ペトラルカさんが余白に注釈を加えた写本も見つかっているの。この本がペトラルカさんの古代ローマの研究に影響を与えたのだと思うわ。そしてなんとこの本はバチカン図書館のデジタルコレクションサイトで見ることができるのよ。すごい時代になったと思うわ。デジタル化ってすごいね。ちなみにバチカン図書館の数万点の超貴重歴史資料の電子化を担ってるのは日本の株式会社 NTT データよ。 NTT、 すごい。日本の企業が頑張ってるのすごく誇らしいよ。こういった歴史的な遺産を後世に残すというのはとっても偉大な事業なのよ。過去から学んで
新しいものを創造する。それが人間さんのとってもすごいところなの。ペトラルカさんにしてもジョバンニさんにしても、手に取ることができる古代ローマの遺産であるコインが人文主義の道しるべになっていたに違いないわ。まさにロマンチックってやつだね。ローマだけに。あら、うまいこと言うわね。コインチャンネル。コインコレクションがルネッサンスと人文主義を進める上で重要な資料だったなんて驚いたよ。だからルネッサンス時代の王侯貴族さんたちがたくさんのコインを集めていたんだね。でも今は王様じゃない人間さんもコインを集めてるよね。ルネサンスや人文主義がどうやって現代のコインコレクションにつながっているの？いい質問ね。次はルネサンス時代からどのようにコインコレクションが世界中に広がっていったのかについて解説するわよ。ここからコインと人間さんとのとってもドラマチックな歴史物語が始まるわ。ワクワク。14世紀頃にイタリアで始まったルネサンスは15世紀から16世紀にかけてアルプス山脈を越えてヨーロッパ全体に広がっていったわ。ヨーロッパに広がったルネサンスの人文主義的な考え方が当時絶対的権力を持つ教会を中心とした中世キリスト教社会に徐々に変化をもたらしていったの。1511年、ネーデルランドの人文主義者デジデリウス・エラスムスさんという人が教会の偽善を風刺するチグシンライさんという本を出版して当時にして数十万部の大ベストセラーになったり、皇帝版新約聖書というギリシャ語とラテン語で書かれた聖書を出版したわ。数十万部、すごい。その時代にそんなにいっぱい本を作ることができたの？1450年代に神聖ローマ帝国の金細工職人ヨハネス・グーテンベルクさんによって発明された活版印刷という技術によって本が大量生産できるようになったのよ。ちなみにグーテンベルクさんの一族ゲンスフライッシュ家は教会の下でコインを作る貨幣鋳造業を行っていて、貨幣鋳造技術というバックボーンが活字鋳造技術の発明につながったのかもしれないわね。おう、まさか印刷技術の発展にコイン鋳造の技術が関わっているとは。そしてこの新しい印刷技術で教会は食油状を大量発行したわ。食油状？免罪符って言った方が馴染み深いかもしれないわね。簡単に言えばお金を払えば罪の償いを免除しますよっていうお札ね。どういうことなの？悪いことしてもお金を払えば反省しなくていいの？まあそういうことね。財政難だった教会が始めた錬金術よ。ソバルト・デアグルデン・イムベッケン・クリングト・イムフーディーゼーレ・イムヒンメルシュプリングト。ごめん、ドイツ語はさっぱりなんだ。箱の中で金貨が鳴れば魂はひらりと天国に飛び上がるって意味よ。食油状の売り文句として有名なフレーズなの。うわあ。今のイチカと同じようにドン引きな反応をした神学者さんたちの中にマルティン・ルターさんという神学者さんがいたわ。ルターさんは1517年10月31日リッテンベルクの教会に教会の免罪符の販売を批判する95箇条の論題を貼り出したわ。このラテン語で書かれた論題を誰かがドイツ語に翻訳して大量に印刷してばらまいた結果、神聖ローマ帝国内での教会への非難は荒れるに荒れたわ。その後いろいろあってルターさんは教会から破門されてザクセン選定公の健康フリードリヒ3世さんのもとに逃げて、そこでエラスムスさんのラテン語ギリシャ語の聖書をもとにドイツ語の聖書を出版したわ。ルターさんが書いたドイツ語の聖書はその後大勢の人に読まれるようになって聖書中心主義が広まったことで宗教改革が加速してキリスト教はカトリックとプロテスタントに分かれていくのだけど、宗教改革の詳しい解説は世界史の専門家さんのチャンネルに譲るとして、コインコレクションの歴史としてはルターさんが活躍するその少し前1515年にフランス人の人文主義者ギヨーム・ブデさんが世界で最初期の貨幣学の専門書アスドーカ及びその部分単位についてデアッセ・テトパルティブス・エイウスという本を執筆したのが大きいわね。この本は古代ローマの基準通貨アスドーカを中心に
古代ローマの物価や通貨価値、経済や法律などについて研究された、当時としては前代未聞の本で、この本を書いた功績でビュデさんはフランスのエラスムスと呼ばれるようになって、貨幣学の黎明期を作り上げたわ。貨幣学って何なの？コインコレクションとは違うの？貨幣学は貨幣の収集や分類整理、貨幣を取り巻く社会制度、物価や貨幣価値、文化的宗教的背景など貨幣に関することを研究する学問ね。なんだか難しそう。古代の文献の中にはお金に関するお話がよく出てくるの。例えばマタイによる福音書第26章15節には、ユダさんがキリストさんを裏切った対価として銀貨を30枚もらったって書いてあるんだけど、この銀貨は一体何の銀貨だったのか、その銀貨の価値はどれくらいだったのかって気にならないかしら。確かにそれは気になるかも。そういった古代の文献に書かれている当時の価値観を知るためには、まずは当時の貨幣を集めて分類整理して、それぞれの時代や地域を特定して、その時代の物価を表す別の資料から調べていくという地道な作業が必要になるの。なるほど。コインコレクションは貨幣学の中の一つの要素になるわ。貨幣学は英語でニューミズマティクスといって、コインを収集したり研究する人のことをニューミズマティストと呼ぶわ。ニューミズマティスト？さしずめ私たちはニューミズマティックガールズね。おー、なんだかかっこいい響き。ニューミズマティックは貨幣関係の団体でもよく使われるわ。例えば日本貨幣商協同組合の英訳はジャパンニューミズマティックディーラーズアソシエーションになるわね。なるほどな。さっき資料を後世に残すということが偉大な事業だって説明したの覚えてるかしら。うん。たとえ現代でどんな研究に使えるかわからない資料でも、未来の研究者さんにとってはかけがえのない資料になるかもしれないわ。コインを集めて分類整理して適切に保存して、なるべく良い状態で後世に残すというコインコレクションという趣味は、コインという一次資料そのものを後世に残すという意味で、貨幣学、ひいては人類の歴史にとってとても意義のあることなの。長い歴史の中で作られたコインの数は膨大すぎて、どれだけ大きな博物館でも全てを集めることはできないわ。だから世界中の多くのコインコレクターさんが適切に保管してくれなければ、私たちコインという資料はどんどん失われてしまうわ。そういう意味でコレクターさん自身が貨幣学を専門で研究していなかったとしても、コインを大切にして後世に残そうとする人はみんな広い意味での貨幣学者、ニューミズマティストなのだと私は思うわ。コインコレクターさんたちが僕たちを守ってくれて、僕たちコインには未来に人間さんたちの歴史を伝える役割があるんだね。その通りよ。そしてその貨幣学という学問分野の端緒を開いたのが人文主義者ギヨーム・ビュデさんなのよ。ビュデさんすごい。ビュデさんの功績はそれだけではないわ。ビュデさんはフランスの学術振興のためにフランス王のフランソワ一世さんを説得して、王立教授団とフォンテーヌブロー王立図書館の設立に尽力したの。王立教授団は中世キリスト教の権威主義が支配するパリ大学神学部の弾圧と迫害からフランスの人文主義と学問の自由を守り育てるための組織で、王立教授団は後にコレージュ・ド・フランスと名前を変えて、現代のフランスで最も権威ある学術機関グランテタブリスマンとして残っているわ。ビュデさんが初代館長を務めたフォンテーヌブロー王立図書館は、フランスで出版される全ての本を図書館に納入させる義務納本制度を始めた画期的な図書館で、蔵書が増えるにつれて移転を重ねて、現在はフランス国立図書館になっているわ。ビュデさんすごい偉人なんだね。その通りよ。その後ビュデさんの遺志は17世紀のブルボン王朝最盛期太陽王ルイ14世の財務総監ジャンバティスト・コルベールさんにも受け継がれるわ。コルベールさんはルイ14世さんに学問保護の重要性を説いて、1666年にフランス王立科学アカデミーを設立したの。王立科学アカデミーはフランス国内の科学研究を推奨し保護するために作られた学術団体で、後のヨーロッパの科学革命を支える柱になる組織よ。
1666年12月22日に行われた王立科学アカデミーの初会合の場所は王立図書館だったわ。リュデさんが守った学問の自由はちゃんと後世に受け継がれたんだね。人間さんの科学の発展は何世代にもわたって積み上げられた努力の結晶なのよ。そして王立科学アカデミーが設立された時に招かれた唯一の外国人研究者、ネーデルランド人の天才物理学者、時計の父クリスティアーン・ホイヘンスさんが1671年にある青年と出会うことで世界の歴史の歯車が動き出したの。すごい盛り上がってきた。その青年の名前はルニー・パパン。後に蒸気機関原理の開発者として名を残すことになる物理学者よ。彼はもともと医学の学位を持っていたお医者さんだったのだけど、数学や物理学が好きすぎてパリの王立アカデミーの門を叩いてホイヘンスさんの助手になったわ。そこで空気ポンプや計測機器の製作をしていたの。パパンさんは1675年にホイヘンスさんの紹介でイギリスに渡ってロンドン王立協会で近代科学の祖ロバート・ボイルさんの助手になるわ。その後フックの法則で有名なロバート・フックさんの助手になって研究機器の製作の中圧力鍋を発明したりしてロンドン王立協会のフェローに選ばれるわ。そしてその後神聖ローマ帝国のヘッセン・カッセル法博に招かれて世界初のプロテスタント大学であるマールブルク大学の教授となって圧力鍋を応用して蒸気機関の模型を発明して、これが蒸気機関の原理になったわ。そしてパパンさんの蒸気機関の原理をもとにイギリスの発明家トーマス・ニューコメンさんが鉱山の排水のために実用的な蒸気機関を発明したり、消費電力の単位でおなじみのジェームズ・ワットさんが蒸気機関を改良したりしながら100年くらいかけて蒸気機関はさまざまな分野に広く普及して18世紀の産業革命の原動力になったわ。おお、産業革命。これで僕たち一円銀貨が生まれた時代につながるんだね。人間さんたちが積み上げてきた科学技術の結晶が僕たちなんだね。なんだかとても感慨深いな。その通り、蒸気機関の発明によってコインの製造方法も大きく変化したわ。一形一円銀貨も蒸気機関の機械から生まれたのよ。コインの製造方法の歴史に関してはまた別の機会に詳しく解説したいわね。コイン製造方法の歴史、気になる。これはチャンネル登録して見逃さないようにしないとね。いちか YouTuber らしくなってきたわね。そう、もっと褒めて褒めて。ちゃんとチャンネルの宣伝できて偉い偉い。えへへ。古本。ともかくこの18世紀の産業革命がコインコレクションにも大きな変化をもたらすことになったのよ。産業革命とコインコレクション、どうつながるの？蒸気船や蒸気機関車が普及して蒸気機関が工場で使われるようになると生産と物流がどんどん増えて商業や工業、貿易業、銀行業などが大きく発展したのよ。それで事業で成功して裕福になった商人さんたちが増えて、中には貴族さんたちにお金を貸す人も出てきて、商人さんたちの社会的な影響力がどんどん強くなっていったのよ。こういった人たちを中産階級や中流階級と呼ぶわ。そしてこの新しい中流階級の家庭では自分の子供たちに古代の古典や歴史、科学、哲学、法学、政治経済といった高度な教育を受けさせたわ。教育を受けた子供たちは法律家や医師、軍人や官僚、事業家や銀行家といった職業について次の時代を支える存在になっていったの。特に産業革命の中心地であるイギリスでは地主階級であるジェントリーと事業で成功した中流階級の境界が次第に曖昧になっていったわ。それに伴いジェントルマンという言葉も土地の有無にかかわらず教養があり資産に余裕のある礼儀正しい紳士を広く指すようになっていったの。レディースエンドジェントルマン。それまでコインコレクションは一部の上流貴族さんや学者さんたちだけの趣味だったけれど、この頃から歴史や古典の教養を身につけたジェントルマンの間でもコインコレクションが広まり始めたの。なるほど。1731年に創刊された英国紳士の愛読誌ジェントルマンズマガジンには
コインコレクションや貨幣学に関する記事がよく掲載されていたのよ。コインコレクションは紳士のたしなみって感じだったんだね。なんかかっこいい。ここで世界の歴史に影響を与えた18世紀の有名なコインコレクターさんがいるから紹介するわ。どんな人？その人の名前はマイヤー・アムシェル・ロートシルト。後にイギリスにスエズ運河を買収するための資金を貸して、イギリスが太陽の沈まぬ大帝国となるきっかけを作り出した現代まで残る世界的な大財閥ロスチャイルド家の創業者よ。ロスチャイルド、聞いたことある。コインコレクターさんだったんだ。マイヤーさんのお話はそれだけで動画1本分になるくらいドラマチックなのだけど、今日は簡単に説明するわね。マイヤーさんは1744年フランクフルトのユダヤ人の家系に生まれたわ。子供の時から一族の子供たちの中で一番頭が良くて、両親の期待を背負ってユダヤ教の司祭であるラビを目指して故郷を離れて学校で勉強をすることになったの。学校では特に歴史や古典を熱心に勉強して、そこでコインにも興味を持ったようね。壁に囲まれたユダヤ人居住区で生まれ育った少年にとって、遠い異国から時代と国境を越えて流れ着いたコインはきっといろいろなことを教えてくれる宝物だったんじゃないかしら。勉強に励んでいたマイヤーさんだったけど、学校にいる間に両親が亡くなってしまって学費が払えなくなって、学校を辞めてユダヤ人銀行家のオッペンハイム家で働くことになったわ。ここで貴族のお客さんとの付き合い方を学んだマイヤーさんは独立して貴族さんたちにコインを売るビジネスを始めたの。これが大財閥ロスチャイルドの最初の事業になったわ。マイヤーさんは歴史や古典の知識を使って魅力的なコインの売り文句を考えて貴族さんたちに売り込んでいったわ。そしてコインに興味を持ったヘッセン・カッセル法伯の講師で、マイヤーさんの1歳年上の青年ビルヘルム9世さんからコインの注文を受けることになったわ。この2人の出会いがロスチャイルド家と世界の運命を動かしたの。ヘッセン・カッセル法伯、なんだかさっきも聞いたような。よく覚えていたわね。蒸気機関原理の発明者ドゥニ・パパンさんをマールブルク大学に招いたカール・フォン・ヘッセン・カッセル法伯はビルヘルム9世さんのひいおじいさんよ。やっぱりすごい偶然。さらに言うと、宗教改革を始めてカトリック教会から破門されたルターさんをかくまって保護したザクセン選定公の健康フリードリヒ3世さんはビルヘルム9世さんのひいおじいさんのカールさんのひいひいおじいさんのビルヘルム4世さんのさらに母方のひいおじいさんの甥っ子になるわ。おー、さっきまでの話につながった。ビルヘルム9世さんの一家はヨーロッパで一2位を争う超名門貴族のベッティン家に連なる名家で、お母さんのメアリー・オブ・グレートブリテンさんは英国王ジョージ2世の娘さんで、いとこは英国王ジョージ3世、おじさんはデンマークの王様よ。1785年にお父さんのフリードリヒ2世さんが亡くなって、ヘッセン・カッセル法伯の爵位と財産を受け継いだビルヘルム9世さんは、その親戚のネットワークをフル活用してビジネスを展開して、当時のヨーロッパで最大級の資産を築き上げたわ。そしてビルヘルム9世さんとマイヤーさんの関係は、コインコレクターとコイン商人という関係から大貴族とその金庫を預かる銀行家になっていったわ。マイヤーさんの物語はここからさらにドラマチックになっていくのだけど、今回のテーマであるコインコレクションに関連するお話はここまで。歴史って面白いでしょ。いろんな偶然が重なって歴史は紡がれていくんだね。18世紀は経済の発展とともにコインコレクターさんが徐々に増えていった時代で、19世紀に入るとコインコレクションの世界はさらに大きく広がっていくわ。舞台は再び産業革命の中心地の大英帝国。1836年12月22日に英国中から21人のコインを愛する紳士がロンドンのサマセットハウス王立天文学会の会議室に集まってニューミズマティックソサエティを結成したわ。何それ、円卓の騎士みたいな感じですごくかっこいいじゃん。そうね。この組織は現在でも続いていて、王立貨幣協会ロイヤル・ニュミズマティック・ソサエティと呼ばれているわ。そしてイギリスの王立貨幣協会に続いて
1841年にベルギーの王立貨幣協会、1843年にはドイツでベルリン貨幣協会、1865年にフランス貨幣協会、1870年にオーストリア貨幣協会、1891年にアメリカ貨幣協会、1892年にイタリア貨幣協会が相次いで設立されたわ。貨幣学の団体が爆発的に増えたんだね。蒸気機関車や蒸気船の発明によって交通革命が起こって人と物の流通が一気に加速したことがコインの流通とコミュニティの拡大に貢献したのよ。この頃になると貨幣学の範囲は古代ギリシャ、古代ローマといった古代コインだけではなく、中世から近代の比較的新しい時代のコインや西洋だけでなくアジアや中東のコインも収集されて研究されるようになるわ。19世紀にはこれらの貨幣協会で古代から近代までのさまざまなコインが分類整理されて、多くの貨幣学者さんたちがたくさんの論文や本、カタログや入門書を出版したことでコインコレクターさんがどんどん増えていったわ。すごいすごい。19世紀は貨幣学ブームなんだね。20世紀に入るとコインコレクションはさらに広く普及していくわ。1927年、スイスに各国の貨幣協会から貨幣学者さんたちが集まって国際貨幣学協議会が発足されて、1934年にはスイスのジュネーブにある国際歴史科学委員会の中に国際貨幣学委員会が設置されたわ。その後、時代は第二次世界大戦に突入してしまって貨幣学の世界は下火になってしまうのだけど、世界大戦が終結して戦後復興が進むにつれてコインコレクションや貨幣学も活力を取り戻していったわ。1950年代には多くの国が経済成長する中で経済的な余裕を持つ人が増えてコインコレクションが一般的な趣味になっていったの。この頃にはもはやコイン収集が王様の趣味と呼ばれていたことは昔話になっていたわ。コインは歴史的価値、美術的価値のあるコレクションアイテムとして多くの人に認知されるようになって、コインの売買がどんどん活発化していったの。1951年には世界中の有名なコインディーラーさんたちがスイスに集まって国際貨幣商協会 IAPN を設立したわ。 IAPN では貨幣取引の信頼性を高めて誰もが安心してコインを取引できるようにするために、真贋保証や取引の公平性を担保するための仕組み作りが行われたわ。そして IAPN に続く形で1952年にドイツコインディーラー協会が設立、1955年にアメリカでプロフェッショナルヌミズマティスツギルドが設立されて、1969年に日本貨幣商協同組合が設立、1973年にイギリスに英国貨幣取引協会が設立されるなどなど、世界各国にコイン取引の商業的な枠組みが作られていったのよ。日本貨幣商協同組合、いよいよ現代に近づいてきたね。1980年代に入るとデジタル革命の時代になるわ。私たちが今使っているインターネットの基盤ができたのは1982年。インターネットの登場でコイン収集の世界にも大きな変化が生まれていくのよ。インターネットきたー。デジタル革命もコインコレクションに変化をもたらしたわ。何があったの？インターネットが普及し始めて国境を越えて気軽にコインを売買できるようになったの。インターネット上にお店を開いたりオークションもできるようになって距離の壁がなくなったのよ。特に1996年にはアメリカのオークションハウスヘリテージオークションがコイン専用のオークションサイトを開設して、これがオンラインでのコイン取引における先駆け的な存在になったわ。貨幣学の知識もインターネットによって広く共有されるようになったの。たくさんの貨幣学の論文がウェブ上で公開されたり、写真付きで世界中のコインを分類整理したウェブサイトも作られるようになったわ。おお、これでコインコレクションがもっと人気が出そうだね。インターネット上でのコインの取引もインターネットの普及とともにどんどん増えていったわ。その背景にはアメリカの PCGS や NGC といった鑑定機関が鑑定したコインをスラブと呼ばれるプラスチックケースに入れるサービスを始めたこともあるの。スラブ？本物か偽物かだけでなく
コインの傷や摩耗といったコインの状態を70段階の数字で鑑定して、透明なプラスチックケースにコインを封印して状態が変化しないようにする鑑定方法よ。鑑定済みのスラブに入っていれば直接ルーペで確認しなくても数字を見ればコインの状態がだいたいわかるから、現物を手に取ることができないインターネット取引ではスラブ入りのコインが好まれたようね。なるほどな。スラブは合理主義なアメリカ人さんらしい鑑定方法ね。コイン鑑定の歴史もとても面白いのよ。コイン鑑定の歴史、気になる。もっと語りたいところだけど、また動画が長くなってしまうから今日はここまでにしておきましょう。何事も名伝アガンよね。名伝アガン。過ぎたるは及ばざるが如しってことよ。コイン鑑定の歴史についてはまた別の動画で詳しく解説しましょう。それじゃ今回の解説をまとめるわね。コインコレクションという趣味は大きく分類すると次の4つの段階で成長してきたの。古代ギリシャや古代ローマを研究する人文主義者さんたちがコインコレクションを始めて、人文主義ルネサンスの拡大とともに王侯貴族さんたちの間で流行した14世紀から16世紀の黎明期。人文主義とルネサンスがヨーロッパの宗教や科学観に大きな変化をもたらし、科学革命、産業革命が起こって貴族以外の信仰の中流階級の人たちにも徐々にコインコレクションが普及した17世紀から18世紀の成長期。蒸気機関による交通革命によって人と物の流通が加速して、コインコレクションと貨幣学が国際的に広がって、世界各国で貨幣学の団体や貨幣商組合が設立され、身分や所得にかかわらずコインコレクションが多くの人に普及した19世紀から20世紀の過渡期。そして現代デジタル革命によって世界はインターネットでつながり、貨幣学の知識は広く共有され、たくさんの人が国境の垣根すら越えて自由にコインを取引できるようになった21世紀の成熟期。この分類は私の考えだから他の考え方もあると思うけど、分かりやすいでしょ。わかりやすい。なんだかすっきりした。つまりこれからのコインコレクションの未来は僕たちの動画でコレクターさんをどれだけ増やせるかにかかっていると言っても過言ではないってことだね。いや、それは過言よ。過言か。でも私たちの動画でコインコレクションを始める人が少しでも増えてくれたらとっても素敵ね。それはすっごく嬉しいね。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。長い歴史の中にはたくさんの国があって、そこで生きてきた人の営みの数だけコインが存在します。コインの種類は膨大で、中には希少価値が高い高価なコインもあれば、大量に発行されて安価に取引されるコインもあります。だけど現代の市場価値とそれぞれのコインが持つ歴史的価値は必ずしも一致しません。どんなコインも一枚一枚にそれぞれの時代に生きた人間さんたちとの歴史があって、もしかしたらあなたの手元にある何気ない一枚のコインが遠い未来に誰かの知的好奇心を目覚めさせるきっかけになって、それが世界を変える発明や発見につながるかもしれません。ジョバンニさんやペトラルカさんが当時価値がないと思われていた古いコインを手に取って古代ローマの景色を思い浮かべ、人文主義を唱えて世界を変えたように、電子マネーが普及して物理的なコインがなくなった未来の世界でも、あなたのコレクションだったコインを手に取っていろいろなことに思いを馳せる人がいるはずです。名前も知らない誰かと時代を超えて同じコインを共有する。それはとってもロマンチックで素敵なことで、きっとすごく意味のあることだと思います。だからどんなコインも市場価値にかかわらず大切に扱ってコレクションしてくれたら、私たちコインはすごく嬉しいです。嬉しいです。これからもこのチャンネルではコインに関する動画をお届けします。チャンネル登録と高評価やコメント、 SNS やお友達にシェアして僕たちのチャンネルをぜひ応援してください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。